はい、よろしくお願いします。虫や鳥が見てるスカイということで、これから発表させていただきます。先ほどの小林先生からワクワクドキドキ内的なものが一番大事だということですが、私は今でもワクワクドキドキしていろんなことをやってます。特に今紫外線カメラに興味を持っていろいろやってます。私たち人間は紫外線が見えません。いや、私たち人間はって言ったら間違いになります。哺乳類は人間は見えません。なぜ見えないのかというと、はい、この図ご覧になってください。左側、恐竜ですね。恐竜の時代に我々の祖先である哺乳類が出てきました。右側にこの動物、何かご存知ですか？リスみたいですね。リスじゃないんですね。リスじゃなくて3文字です。3文字。ノリスではないですリスではなくてスパイと言います。聞いたことありますか？どこが違うかというと、ここが尖ってますね。これはスパイです。一番の哺乳類の祖先はこの仲間からじゃないかと言われています。これはボルネオで撮った写真です。私ボルネオも73回行って滞在日数1000日になってます。いろんな大型動物を追いかけてきました。今回は今週帰ってきたんですが、半月間は高い林の林間キャノピーって言いますが、林間の間のハエトリグモを調べてきました。50種類見たらみんな新種でした。では早速ながらそのハエトリグモも後ほど出てきますが、紫外線から見た世界見ていきたいと思います。日焼け止めクリームというと、皆さんは顔にべったり体中塗りたくります。暑い日差し、紫外線が体の毒です。その紫外線クリームは紫外線を吸収するんでしょうか、反射するんでしょうか。もう見れば分かりますね。吸収してます。皆さん反射すると思ってたでしょう。反射しないんですよ。吸収するんですよ。これをまず吸収するんだな、紫外線害から守るために、紫外線クリーム塗れば吸収するんだな。私の知人の女性を紫外線クリーム塗って写真撮ったら、知人というより私の娘ですが塗ったのを写真撮りました。ここだけが残って、あと真っ黒でしたね。この紫外線クリームは真っ黒になります。なぜ黒くなって紫外線を我々の体の中にある守るんでしょうか。後ほど皆さんにお聞きしたいと思います。心に残していてください。はい、これも一つヒントです。はい、左側黒い傘、右側白い傘、どちらが紫外線防御に役立つでしょうか。多数決でいきましょうか。皆さん失礼ですが手を挙げてもらいます。はい、黒い傘の方が紫外線防御に役立つと思う方。はい、白い傘の方が紫外線防御に役立つと思う方。はい、ちょうど半々ぐらいです。先ほどの日焼けクリームちょっと頭に残っていれば、なんかこっち臭いなと思われたでしょう。こっちなんです。紫外線を吸収して、これは紫外線を反射するけども中に入ってくるんですね。全部じゃないんです。こっちは紫外線を吸収してどうなるのか。紫外線を吸収して赤外線に変わります。我々見える光のより長い方は赤外線熱になります。見える光のより短い方は紫外線になります。吸収して赤外線熱になって出てきます。だから黒い傘を差せば紫外線が守れますが、暖かく暑いですね。傘が熱が出します。暑いです。でも紫外線防御には黒い傘がいいです。こっちは紫外線反射しますが、紫外線も入ってきます。皆さんの紫外線、この部屋も紫外線が先ほど見たらありました。どこから出てると思いますか？私からは出てませんよ。この蛍光灯出てましたね。出てる蛍光灯も出てない蛍光灯もあります。私はさっきこれでちょっと見たらちゃんとみんな映ってます。これは360ナノメーター。紫外線といっても我々見える光、赤からだんだん短くなって青です。
それから見えなくなるのは380ナノメーターぐらいです。さらに短くなって昆虫動物、他の動物が見えるのは360ナノメーターがちょうど山です。もっとこうなってくるともう330ぐらいになると見えなくなります。私が使っているカメラは360ナノメーターを通過させます。透過させます。今この黒く見えるのがそうです。はい、じゃあ次行きましょうか。これから問題ですよ。今までウォーミングアップです。はい、左側は月のマグマです。尿の熊ですね。で、北の方にいる熊、白熊、北極熊がいます。私が言ってるボルネオではもっと月のマグマよりもっとちっちゃなマレーグマがいます。はい、白と黒。はい、問題上に書いてあります。紫外線クリームを参考に、あるいは傘を参考に、なぜ黒人は赤道付近に、白人は北の寒い地方に住んでいるのでしょう。疑問に思ったことないですか？子供たちに疑問をかけても、この質問をしてもなかなか頭をかしげてしまいます。皆さんは大丈夫でしょうね。理科の専門家ですからもうバッチリでしょうね。なぜ暑いはずなのになんで黒い熊が南にいるんですか？赤道付近にいるんですか？寒いのになぜ白いんですか？熊だけじゃないですよ。人も同じでしょ。黒人は赤道付近です。白人は北の方です。光を吸収暖かくするために逆にした方が良さそうですね。ところが逆になっていません。なぜでしょうか？はい、今までウォーミングアップしてきましたね。紫外線クリーム、傘、ウォーミングアップしてきたからもう大丈夫でしょうね。パスしましょうか。黒人はなぜ赤道付近にいるか。これは紫外線が強いんですよ。私も手めくるともう黒くなっています。今週半月間ボルネオが帰ってきたばっかりです。日焼けしちゃいます。黒人の人は色が黒いです。ということは紫外線を通しにくいんですか？通しやすいんですか？にくいんですね。紫外線を吸収するんです。吸収するのは良くないと思うかもしれませんが、メラニン色素が紫外線を吸収して熱に変えて外に出します。白人の人は紫外線を少しは反射しますが中に入り込んでやけどしちゃいますね。だから白人の人は傘を、もう直接太陽を当てるところをなるべく避けたり紫外線クリームを塗っています。この北極熊は黒かったら大変です。みんな獲物が逃げちゃいます。ところがどこが黒いんですよ。どこが黒いですか？いくら見ても見えません。毛を取ると分かります。皮が真っ黒です。皮は真っ黒です。紫外線を通さないようにして皮は真っ黒です。紫外線を反射しますが中に入り込むのがあります。皮は真っ黒です。同じようにサギ、白サギ、小サギ、大サギ、中サギ、いろいろ甘サギなんかも白いですね。白いサギも同じですよ。やはり皮膚は黒いんです。これはボルネオの友人に聞きました。なんか昔は狩猟しててで食べたそうです。サギをめくってこうやったら皮裏黒かった。やっぱりメラニン色素で紫外線防御です。なんて言ったら紫外線は悪者ばっかり感じしますね。でも紫外線があるおかげで私たちは非常に役立っているわけです。もう皆さんご存知のようにビタミン D、 あれがなかったらカルシウムができません。こうやって歩くことはできません。あるいはきれいな花、あれも紫外線のおかげです。その辺のこともまたお話ししていきましょう。先ほど午前中モンシロチョウを皆さん何人かの方にご覧に入れました。オスのモンシロチョウは黒い、メスのモンシロチョウは白い。これは紫外線写真、そっちは普通の写真です。昆虫はあるいは哺乳類以外のさっきお話しましたね、昆虫、鳥だって紫外線が見えるというのが分かったのはそんな昔ではありません。まだ30年経ってません。魚、雲、全部紫外線が見えます。目がある程度発達したものは見えます。で、左側の写真何をしているところかご存知ですか？大丈夫ですね。左側はメス、お尻を上げてます。蝶々なんて浮気性だなと思う夜のちょんって悪い言葉ありますが、交尾するとメスが尻をピンと上げて交尾拒否します。こういう状態だとオスは交尾できません。でバタバタしてるだけです。ということでこっちがメス、こっちはオスです。
オスは真っ黒、紫外線吸収します。で、昆虫はどんな色に見えるか分かりません。蝶々なんかは、昆虫一般、蝶々というよりは昆虫一般、こっち側にずれてるんですね。赤い色は見えません。紫外線が見えます。だから合わさった色が見えてるわけです。で、脳で先ほど午前中話していただきましたように、脳で見てるからどんな色で見てるか分かりません。はい、反射しているのはメス、吸収するのはオスです。じゃあなんで紫外線を、どんな仕組みで紫外線を吸収するんだろうか。電子顕微鏡で、自宅にある電子顕微鏡で見てみました。そしたらこういう下流ですね。オスにはこういう、これが一つずつ鱗粉ですが、細胞に当たるんですよね。こういう下流があって、これが紫外線を吸収してるんですね。左側はメスです。だから紫外線を反射するんでしょうね。ところが最近このモンシロチョウの写真を撮っていて、面白いことに気がつきました。最近私がこの紫外線始めたのが16年ほど前ですね。疑問に思ってカメラを作り始めて、どんどんいろんな写真、全ての写真撮り始めます。鳥から哺乳類からボルネオまで持っていったり、あちこち持っていろいろ写真撮りました。ヨーロッパの方まで持っていって写真いろいろ撮ってきます。今ヨーロッパって言いました。ヨーロッパの蝶々はメスがあまり反射しません。もともとモンシロチョウはヨーロッパ原産です。それがずっと広がって日本に渡ってきたわけです。そんな大昔じゃないですよ。ずっと渡ってきたわけです。ということはこれがあるんですね。向こうのメスは少し持ってるんでしょうね。ところが最近こんなことが起こりました。ほら、左側はいつも当たり前のことです。最近って言っても5年ぐらい前からです。右側はこういうメスがあまり紫外線を反射しないものが出てきました。面白いですね。私が最初紫外線写真撮り始めた時は全てこれでした。だからこういう写真が撮れた時はこの反射は季節によって若干変わるんじゃないかと思いました。とか調べたらそれは影響ないんですね。やっぱりこういうのいつでも出てきました。だんだん増えてきた感じです。最初は珍しかったんです。何を意味するんでしょうね。だから紫外線写真撮ってると面白いことが分かります。先ほどワクワクドキドキと言います。誰も見てない世界、自分でこういうの撮ってると一人だけ喜んでニコニコしながらいろいろやってます。こういうのを推定するのは面白いですね。多分最近ヨーロッパから蝶々が、モンシロチョウがどんどん渡ってきてるんだろうということですね。昔渡ってきたモンシロチョウは全部これでした。最近外来いろいろ人の行き来が多くなりました。モンシロを捕まえて話した人もいるかもしれません。そうするとこういうことが起きてきます。ヨーロッパ産のモンシロチョウがどんどん入り込んできた。でもちゃんと交尾してますね。当然白い方はモテるでしょうけど、そのうちチャンスはあればね、交尾できて子孫を残せばこれが増えていくでしょうね。どうなるか楽しみって言ったら楽しみです。はい、左側ブルガリアのフォークダンスやってるところですね。向こうはいいですね。楽しく動き回ります。先ほどお話しましたように跳ねたり飛んだり、走ったりするのは全部ビタミン D のおかげです。我々はわざわざ日向ぼっこしませんが、北欧の人たちは日が当たると日向ぼっこしますね。そうしなかったらかっけになってもう歩くこともできなくなります。ビタミン D は非常に大事です。亀を飼っている人はわざわざ紫外線を当ててますね。リンゴは真っ赤になって美味しいです。これも紫外線のおかげです。自らの害を防ぐためにリンゴは真っ赤になるんです。人間に食べてもらうためではありません。果実は真っ赤になるのは食べてもらうために真っ赤になるのもいっぱいありますよ。鳥に食べてもらうために真っ赤になるんですね。熟したことを知らしめるために真っ赤になります。それによって鳥によって種が運ばれるということがあります。高山植物があでやかな色をしているというのも同じですよ。あれは高い山に登ると紫外線が強くなります。その紫外線を防ぐために色素を作って中に紫外線が入り込むと防ぐんですね。はい、これは今日途中来る時あったら持ってこようかなと思ったけど見つかりませんでした。
菜の花です。今家の周りにあちこち咲いてます。菜の花は写真撮るとこんなになっちゃうんですね。紫外線を吸収して別な色に見えるんですね。真っ黄色に見えないんです。蝶々は、あるいはミツバチなどは、このように蜂はこの蜜がある周辺は紫外線を吸収しているんですね。だからここに蜜があるよというのは分かります。虫は全般に目が悪いです。見てると分かりますよ。モンシロチョウとかミツバチは割と目がいいかもしれんな。オニヤマは結構と目がいいですね。見てると、行動を見てると分かります。蝶々はみんな目が悪いです。ひら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 して降りたり、花でないの見たらこう降りたりこうやってますね。ね、見てると非常に面白いです。一つ思いついた質問しましょうか。今蝶々のモンシロチョウの話が出ました。菜の花畑にモンシロチョウ、まさにモンシロチョウがいっぱい飛んでます。モンシロチョウはオスでしょうかメスでしょうか当たり前のこと聞くんじゃないと思って怒られてる方、腹の中で怒ってる方いるかもしれませんが、そういうことを割とうっかりわからない人もいますね。うっかりというよりもう別だろうななんて思ってる人もいるかもしれません。メスじゃないですよ。全部オスですよ。ほとんどオスですよ。当たり前のことです。さっき話しましたように、一旦交尾するとメスは交尾拒否します。だからメスが羽化するのを待ってんですね。この蜜を吸うためにうろうろしてるわけじゃないんですよ。メスが羽化するんじゃないか、オスがうろちょろいっぱい飛んでます。ぜひ今度気をつけてみてください。なかなかこういう花も面白いですよ。そっくりヘビイチゴとかオヘビチゴとかそっくりな花でも紫外線写真を撮ると違います。だから分からなくてもパッと写真撮ると、紫外線写真でこれはこうだからこうだなっていうのが分かります。非常に似通ったものもなんかそういう紫外線写真役立ちます。はい、これはひまわりですね。こう紫外線を吸収するところはおしゃれな名前で言うとネクターガイド、ね、ここに蜜があるよという道しるべです。ツツジなんかもネクターガイドありますよ。ツツジは真ん中じゃないですね。脇のところ蝶々をぐーっと入れますから、ここのところが紫外線を吸収します。ネクターガイド。ひまわりは大きいですね。こんなに大きいです。全部が全部ネクターガイドがあるわけじゃありません、ね。はい、これは睡蓮です。はい、睡蓮を写真で撮ると紫外線を吸収します。なぜでしょうね。もう大丈夫ですね。さっき高山植物は色が鮮やかになるということは紫外線を吸収するということです。あるいはサボテンの写真を撮ると真っ黒になります。暑いところは紫外線強いですから紫外線を吸収します。花びら全体が吸収します。睡蓮、これは水辺の花です。今まで水辺の花 90% 以上全部真っ黒になります。紫外線を吸収して身を守ってるんですね。面白いですね。なんか全然思いもつかないもの、いろんな動物、植物、昆虫を取ると全然思いもつかないこと、取ってみないと分からないことがいっぱいあります。はい、これは何トンボでしょうね。帰ってみましたねはい、塩辛トンボのオスですかメスですか。塩辛トンボのもう一つ名前があります。麦わらトンボ、あれがメスですね。麦わらトンボはメスです。ただ羽化してすぐ出た時は麦わらトンボもこんな色してないですか。してないですか。だんだん成熟するとこういう色してます。これは大きな意味があります。どんな大きな意味があるでしょうか。紫外線を強く反射します。で、麦わらトンボは紫外線をそんなに反射しません。その違いは何でしょうね。麦わらトンボのメス、ごめんなさい、塩辛トンボメスが麦わらトンボです。メスの方はそんなに飛び回りません。塩辛トンボのオスは縄張りを水辺のとこうろうろしてますね。
メスが産卵に来るのを待ってます。で自分でまた再び交尾します。うろうろ縄張り持ってますから、日中暑いところうろうろしてます。うろうろしてれば当然紫外線のところ出てますから害があります。で紫外線を反射します。強いですね。おやおや、さっき白い傘は紫外線反射してこれは害があるんじゃねえかと思われた方あるかもしれません。これはほぼ 100% 反射します。すごいですね。今この研究が進んで、ワックスですが、この研究が進んで日焼け止めクリームができないか研究が進んでいます。これができたら塗っても熱くならずに紫外線を反射してくれます。先ほどは吸収しますから熱くなります。この研究は日本で盛んに進められています。塩辛アトムも縄張りこう持ってたら、暑いところご苦労さん、ね、紫外線を反射してんだなと思ってください。はい、これは国鳥ですね。大紫。私の近く、茨城県のところに牛久自然観察の森なんていうのがありますが、ちょうどそこで大紫が繁殖してるんで、望遠レンズ、こういう望遠レンズですね、600ぐらいあるかな。自分でこれは珪石で作ったものですね。で普通のカメラみんな分解してレンズを組み込んで、こちらのカメラの方は中身全部紫外線カットとか赤外線カットを取り除いて、あとフィルターですね、赤外線カットフィルターと、あと紫外線透過フィルターセットで両方、普通の写真と紫外線が写真が撮れるの装置で望遠レンズで撮った写真ですね。はい、紫外線をすごく反射します。すごいですね。これはちょっと難しい言葉で言うと構造色ですね。もともと私はこういう研究を始めたのは構造色。ちょっとカバンの中入れ忘れちゃったけど、構造色って色じゃないんですが、ちょっと微細な構造で色が出るんですね。シャボン玉でいいですね。シャボン玉も構造色です。シャボン玉色が出ますね。色じゃないのに色が出ます。なぜかというと、シャボン玉の厚みが外側で反射するものと内側で反射するもの、それで波長が合わさって色が出ます。でシャボン玉色厚さが変わりますからいろいろな色が出ます。ああいうの構造色と言います。で構造色によって反射してるんでしょうね。これは何の意味があるかというと、多分求愛でしょうね。ものすごく目立ちます。メスはやはりそんなに目立ちません。だから紫外線に対して昆虫は非常に敏感ですから、オスが飛んで紫外線を魅力あるものを見せながら飛ぶと、いくら目が悪いって言ってもキラ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 輝いて見えますから、メスは引き寄せられてしまいます。これはつい先月わざわざこのためにマレー半島のキャメロンハイランドまで行ってずっと蝶々いっぱい取ってきました。このためというのは、この赤襟トリバネアゲハが紫外線を強く吸収するっていうのは前の撮影で分かってました。で他の蝶々はどうなんだろうか、並べて撮りたいなと思ったら、皆さん知ってるかもしれませんが、キシタアゲハ来ました。で撮ったらこんなもんです。なぜかというのは、わざわざボルネオで行かなくて、ボルネオにもいっぱいいますよ。低地にも山地にもいます。キャメロンハイランド、マレー半島まで行ったのは、あそこはちょうど22度、朝方は22度ぐらいで、ちょっと温度上がってきて25度ぐらいになる。24度の後飛び立ちます。22度触ると日本の蝶々と違って落ちちゃうんですね。死んだように落ちちゃいます。日本の蝶々は触るとこうやってウォーミングアップして体温を上げて飛んできますね。22度ぐらいでしょうね。ぴったり適当な温度計で測りましたから、22度ぐらいまではじーっとしてます。24度になると飛び立ってきます。でこれは特別な構造を持ってるんです。紫外線を吸収する特別な構造を持っています。早く温度を上げることができます。マレー半島だから温度は高いんじゃないか。キャメロンハイランド、今言ったような温度です。微妙なところですから、行動が短くなったらもう生存に関わってきます。特別な、私も電子顕微鏡でこれ写真調べてみます。特別な構造で紫外線を吸収しています。面白いですね。同じような黒でもこんなもんです。大概の蝶々こんなもんです。これはこんなもんですね。これは
マレーシアの国鳥です。日本の国鳥はさっき出てきたオオムラサキです。これは雲ですね。私は研究対象として一つは紫外線、一つは雲、一つはボルネオ、もう一つは水環境、外来植物とかそういう水環境の生態系について調べています。この雲についてちょっと紫外線写真で撮ってみました。そうするとこういうものを何ていうかというと隠れ帯と言います。垂直にあるものもあるし、渦巻き状にあるものもあります。隠れ帯はどんな役割あるのかなかなか分かりませんでした。一つだけはっきりしているのは、片張渦雲というのはこういう渦を巻いている隠れ帯は、お腹が空いているときはこういう巻き方、お腹いっぱいになると直線の形になるという報告がありました。こういう巻き方の時は張力が敏感になって小さな餌でもピンピンと分かります。お腹いっぱいになったらもうちっちゃい虫はいいんです。大きい虫だけでですから、こういう隠れ帯になる。それだけはっきりしてますが、他はみんな推論です。で、私はこの写真を撮りました。これは面白くないんですね。これを裏から見ると、表からじゃただの写真です。裏から見るとこんなになります。見えなくなっちゃうでしょね。両方で見ますから見えなくなっちゃう。まさに隠れ帯。この長黄金雲はまさに隠れ帯は姿を隠す、ね、これを襲うものいっぱいいますよ。スズメバチなんかも襲う時ありますよ。鳥は絶対襲いません。絶対というのはそうです。ヒヨドリはたまに襲います。鳥は空を飛びますから糸がくっつくのを嫌います。だからホバリングする鳥は襲います。ボルネでは襲う鳥いっぱいいますが、日本ではホバリングする鳥そんなにいないです。たまにヒヨドリがジョログモを襲ったりしているのを見たことあります。ものすごく嫌って絶対糸があるところ行きません。すごいですね。隠れ帯になると姿が見えなくなってしまう。はい、カラス。鳥は紫外線反射とオスとメスか9割がもうそれで分かるそうです。紫外線反射でもうそれだけで分かるそうです。カラスは最初私はオスとメスの違いかなと思いました。こういう紫外線反射するのはオスで紫外線反射しないのはメスだろう。でもやっぱりこれは科学では適当ではダメだ。でちゃんと調べよう。ちょうど私は我孫子市に住んでいます。我孫子市には鳥の博物館があります。鳥の博物館の会員とも親しいし、その教員もやってましたから。でカラスの標本を見せてくれ。カラスのオスメス外にいたら分かりません。標本でないと分かりません。標本の写真撮りました。そうしたらオスメス関係なしにそれぞれ違うんですね。やっぱり確認してよかったです。確認しなかったら大きな恥ずかしい思いをしました。こういう模様が全部違うんですね。カラスはこの模様だけで見分けてると思いません。鳴き声も違うし個性がありますね。いろんな総合的に見分けてるでしょうね。私たち日本人はわりかしみんな研究者は丁寧です。ところがアメリカ人はものすごい雑ですね。自己主張は非常に強いです。おやおやと発表がいっぱい紫外線であります。例えばワシタカの仲間はネズミのおしっこの後でネズミを捕らえるなんて論文書きました。もう世界中で有名になりました。あれはそうです。おしっこだけで分かるわけはありません。やはり総合的な判断です。その辺りはやっぱり難しいところでしょうね。ちゃんと生態的なものを論文に書くというのは難しさあります。ツバメだってそうですよ。ツバメの尾が長い方はモテるなんていうのはずっと鳥の学会、鳥学会でも信じられてきました。ところが日本では違うんですね。日本はオスも子育てします。だから尾の長さじゃないんですね。ここです。喉の赤いところ、あれはメラニン色素です。今日持ってきませんでしたが、紫外線写真で撮ると真っ黒になるほどモテるんですね。でも多分それだけじゃないでしょうね。やっぱり尾の長さとか総合的な判断でモテるモテないか決まるんでしょうね。だから生態的なものは一つだけ絞ってやっぱり判断するのに難しさあります。私はこれだけで見分けてると言いません。やっぱり総合的判断で見分けてるんでしょうね。
全てのものは見えると言います。魚も見えます。これは熱帯スズメダイ。スズメダイと死んだ魚の方向はアメリカでありました。ひょっとしたら日本でもあるんじゃないか。熱帯スズメダイ、水槽の中に入れて、紫外線を通すガラスでわざわざ水槽を作って入れて写真を撮りました。生きてる写真なんてこんなの撮れるっていうのはなかなか難しいことです。はい、そしたらほら、こんな模様が見えました。この熱帯スズメダイはこれで互いを個体識別してる。もうこれは模様は違いますから、目もいいですから、これはこれで個体識別してる。この模様、この模様。じゃあこれ一つじゃみんな同じ模様をしてるんじゃないか思われる方あるかもしれません。もう一つ見ます。じーっと見ててください。次移しますよ。わかりますかね。違いが出てきました。もう違いがありますね。これで個体識別してる。なかなか面白いですね。海の中のいろんな生き物、ウミウシなんかも面白そうだな。ウミウシの研究者と話したらなかなか向こうから持ってくるの大変だから来てくれるって言われて、今度行って潜って撮ろうかな、紫外線写真撮ろうかなと思っています、ね、なかなか紫外線あらゆるもの撮っていったら面白いななんて思っています。はい、これはトカゲですね。まあ日本トカゲと関東トカゲ、日本トカゲ北と南で分かれましたね。この尻尾の光り具合、小さいうちはみんな光りますね。で大きくなるとこの光がだんだん弱くなります。この光り具合はそれぞれ敵がいるかいないかによって違いますという報告がありました。実際に調べてみるとまさにその通りです。この紫外線を反射しますから、例えばヘビとか他のものを襲ってきたとき、この尻尾が切れてピッ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 動きます。そうするとそっちの方に目が行きます。その間に逃げちゃいます。だから敵がいないところではそんなに反射しません。敵がいないところでは島ですね、大島とか向こうの方の島、それぞれいろんな敵が違います。ヘビがいないところではほとんどあんまりこんなに反射しません。ほとんどというよりかなり反射しない状況です。まあそういう紫外線反射を利用する生き物たちはいろいろ利用しているわけです。はい、ウツボカズラですね。ウツボカズラは食虫植物です。痩せた土地に生えてます。だからこの中に虫を落とし入れて、それを地層分として取り入れてます。そのウツボカズラはここから蜜を出して、ここはすべすべで中に落ちて餌を取るという考え方でした。でもこのように紫外線反射してこれで誘引して虫を招いているということは初めて、写真撮って私で初めてです。誰もこういうウツボカズラの写真を撮る人いません。私のこれは観察用で、実際使っているのは見て紫外線なくても見えてそのままフラッシュで撮ってます、ね、だから簡単に飛んでる、さっきの飛んでるモンシロチョウなんかもそれで撮れます。で大きなウツボカズラは紫外線反射しません。蜜をたっぷり出して一番最初に出てきたリスに近い動物何でしたっけ？もう忘れたでしょうね先生大丈夫ですかツパイね、ツパイが来てうんちをします。蜜を舐めに来て代わりにうんちをして、それを栄養分とします。で私は何年前だろう、6年ほど前、やはり鳥が舐めに来てうんちしてる写真撮りました。だから大きなウツボカズラ、紫外線、あるいはちっちゃくても紫外線反射しないのは大体いっぱい蜜を出します。これも蜜を出すのも出さないのもあります。私わざわざそのために蜜を測る小さな装置買いました、ね、でも全部出してるのかもしれません。その装置で測りきれないのもあるかもしれません。ところが去年また新しい発見がありました。こんな発見です。まず去年行った時は世界で2番目に小さいカエル、こんなカエルですよ。写真撮るからこんな大きいんです。おんぶしてるのはオスです。世界で2番目に小さいカエルがボルネオのサラワク州にいます。それが
ウツボカズラに産卵するということで、これは面白いな、紫外線写真撮ろう、多分こうだろうと思っていきました。はい、これがオタマジャクシです。色が白っぽいですね。光があんまり入らないから白くていいんでしょうね。日本のオタマジャクシ黒いのは紫外線が入るから黒くなります。でこれを紫外線写真で撮るとこんなです。真っ黒けです。初めてですね、紫外線を吸収するウツボカズラ。左が普通の写真です。右側は紫外線写真撮りました。もうここから真っ黒けです。ヘリだけはちょっと反射してますが、ここはスベスベなんですよ。ここでみんな落ちちゃうんですが、こういう状態です。真っ黒けです。これは去年の何月だ、3月かな、3月に行った時の発見です。なぜ真っ黒けになっているかというと、温度を高くするためです。ボルネオだから暑いだろうななんて皆さん思うかもしれませんが、日本より暑くないんですよ。私は暑い、今週帰ってきたばかりですが、半月ほど行ってきました。温度は高い時で31度、低い時は27度で、温度をこれだと高くします。で木の下ですから、そんな暑くならないでしょうし、高くすると早くオタマジャクシが帰ります。これはオタマジャクシの糞とかそういうものを栄養分として育っています。だから温度を高くするために紫外線を吸収するんでしょうね。オタマジャクシはそのおかげでわざわざ色素を作らずに早く成長することができますと私は思います。ただ去年発見しただけでまだ丁寧に調べてます。なんかいろいろやってると面白いこといっぱいありますよ。この近くにこんな足をこうやるカエルがいて、そのカエルを見に奥まで行って滝登りしました。死にそうな思いして滑るところ登ってきました。そしたら小さな声で鳴くんですね。ああ失敗したな。行く前日いつも用意するんですが、うっかり超音波を測る機械を忘れました。こんなちっちゃい機械ですが、超音波がねちゃんと記録できる機械です。波長になってわーっと音になって聞こえます。多分そのカエルは世界で3番目に超音波を出すカエルだったと思います。中国で1種類、ボルネオのムール国立公園で1種類で、多分それがそうだったと思いますが、またああいう死ぬ思いで行きたくないな、ちょっと心構えちょっと準備してからもう一回行きたいと思います。なんて思ってたらダーウィンが来るで日本でも超音波カエルが発見されました。皆さん知ってますか？もうがっかりしましたね。私はそんなことを思わずに何も知らなかったな。昆虫なんか超音波調べてましたよ。超音波、コウモリを調べるための超音波のバッドデテクターという機械ですところがある種のカエルが日本で超音波を出していることが分かりました。皆さん見たこと知ってますか？何ガエルですか？渓流にいるカエルです。普通よく耳にカジカガエルです。がっかりしましたね。そんな身近なところに超音波を出すカエル、世界で3種類目ですね。身近なそんなの超音波出す、それ持っていけばすぐ分かったんですが、大発見がちょっと失敗しましたね。それは全然思いもつかないから私もちょっとあれでしょうね。今回のそのボルネオは多分間違いなく超音波を出す。なぜ超音波を出すかというと、ちっちゃな音である。大きな音を出したら干し草に襲われる。で滝でうるさい音がもう大きい滝の音で大変だとなると超音波でメスに知らせるしかないです。間違いなくそうだろうと思ったのはちっちゃな声しか出さないんですね。だからなんかいろいろやってるといろいろ大発見いっぱいありますね。子供たちでも大発見できるのいっぱいあります。ちょっと気持ちをおおらかにしてまとめとこも書きましたが、クモは虫ばっかり食べると思ってたら大間違いでしたね。ちゃんと花の蜜を捨てるクモを私見つけました。日本で初めてです。花粉を食べるクモもいました。なかなか気をつけてみると、丁寧に見ると大発見があります。そういう意味でワクワクドキドキして自然をゆっくり見ることはすごく大事だな。私は小さい時からそういうの大好きでした伊勢原先生いろいろ小さい時の経験お話ありましたけど、私は棒を持って川に行って魚を追いかけました。鮎は安で釣りたりしません。私はどうしたかというと手づかみです。手づかみでいくらでもできます。追いかけるとき1メーター先ぐらいの鮎を追いかけるんですね。そうしないと波立って見えません。で鮎は疲れて石の下に隠れます。で捕まえちゃいますね。捕まえてよく引くと同じ場所にまた違う鮎が来てます。縄張り持ってますから。だ
だからああいう本が出る前に、あ、鮎ってまた違う鮎が来るんだな、で深いところに鮎が群れてるななんていうのは捨てました。はい、これが新種のハエトリグモです。キャノピーウォークへこう高いところに吊り橋がありますね。あそことずっと今回いつも動物ばっかりいたんで、たまにクモもやろうかなと思って、ハエトリグモ50種全部新種です。こんなクモがいっぱい出てきます。これも紫外線写真撮ったらどうなるだろうな。ただ今回はそういう気持ちなくて、ただ何種類ぐらいいるかなと全部チェックしたけど新種でした。なかなか綺麗ですね。魅惑的な雲です。ということで時間になりました。はい。どうもありがとうございました。すごい面白いな、本当。ありがとう。全然答えられませんでしたけど。そんなこと最初に先生16年ほど前に、はい、この紫外線で、はい、カメラで撮ってみようと、はい、されたということですね。はい、なんでそんな16年前まではじゃあそう思わずに、はい、16年前ぐらいにこれやってみようと思われた。一つはやっぱりこう鳥が紫外線を見えるということはいろいろこう情報入ってきて、アメリカで論文がどんどん出てきて、で日本ではどうなのかってほとんど紫外線のそういう情報がなくて、で一番興味あったのは光動色に興味があって、自分で電子顕微鏡を買ったんですが、その光動色が紫外線を発射するかどうかネットで世界中の調べても出てこなかったんで、じゃあ自分でカメラ作ってみようかなと思って作ります。割とのめり込む方なんで。いやもう大体その電子顕微鏡を自分で買ったいうのはもう全然破天荒というか、ね、はい。他に何かご質問ありませんでしたか。非常に面白い。大変面白いお話ありがとうございました。塩辛トンボの写真、はい、あれ尻尾の先だけ黒くなってます。はい。それって何かこう色の違いって何かこうあるんですか。そこになんかその種の特性でしょうね。カワトンボなんかもやっぱり取るとやっぱりところどころいろんなそういう紫外線を吸収するところあります。全体反射するというわけじゃなくて、その種の特性としか言いようがないですね。はい、あれがトンボでもその反射が強いほど縄張りがやっぱりちょっと強い防衛のあれが強いかな。カワトンボなんか見てそう思いました。ありがとうございます。はい、自分でカメラ作る気はないんですが、はい、仕組みに興味があって、はい、普通の写真と紫外線写真、はい、なんかフィルターを抜き差しすることで、はい、同じ被写体に対して画像が撮れるんですか。はい、実際にちょっとこれが今紫外線写真です。今ちょっとライト見えませんが、これが紫外線写真です。でこれを外すと、これがさっき言った360ナノメーターのフィルター透過するやつです。360ナノメーターの光を透過する、紫外線を透過するフィルターです。黒いのが。でこれを開けると、これで普通の写真が撮れます。普通の写真が撮れます。でこのカメラのレンズのCMOS の前、それ能力の前に紫外線カットするものとか赤外線カットするものがありますが、それ取り除いてフルスペクトルにして、全ての光が入るようにして、そうすると赤外線が入っちゃいますから、赤外線カットするのをこのカメラに組み込んでいます。これがそうです。これが赤外線カットするものです。だから普通の写真が撮れます。で赤外線カット、紫外線透過ですから、これやると紫外線だけ写真撮れる。これを外せば普通のカメラになるということです。そうするとね、はい、動いてるものを、はい、両方瞬時に撮ることは無理ですよね。動いてるものを瞬時両方一緒に同時に撮るのは無理です。だから大変なんです。大変ですよね。大変なんです。瞬間的にこれなんかさっきのハエトリグモ、日本のクモと違ってもう瞬間的に動きますから、一回撮ったらもういないんです。だから今度考えてやってみようかな。はい、そういうカメラできるとすごいですね。いやまあ好きで
ごめんなさい。はい。ドームの方に入んない。はい。ごめんなさい。すいません。うっかりしました。はい。それではこの紫外線カメラっていうのですね。はい、もうちょい安くどっかで売ってくれるようなことはできないんですか。紫外線カメラやはりかなりのあれだから、もし紫外線のものを見たければ、中国産だと思うけど、紫外線こう塗ったのを見るミラーカメラが出てますから、カメラってミラーですね。カメラじゃないミラー。あれを利用すれば画像だけ出ますから、1万ぐらいで出ますから、それを写真で撮ればいいかもしれません。要するに紫外線クリームで確認するためのミラーが1万ぐらいで売ってると思います。ただそんな能力良くないですが、ちゃんと紫外線のあれは出ると思います。ものにして違います。きれいに出るのと出ないのがあります。ブラックライトってすごく安く売られるようになりましたね。ブラックライトは紫外線をそんなに出さないんですよね。紫外線ライトでも安い。私さっき使ったのは安いですよ。300円か400円、あれは360ナノメーターです。だから紫外線ライトも安いのがあります。ブラックライトだとやっぱりちょっとこっちの方に行ってますから、だから動物が見えるのは360ナノメーターですから、その辺あたりの紫外線ライト、安くて今300円ぐらいで買えます。高いのはいくらでも高いですが、さっき私が使ったのはそのくらいの値段だと思いました。1個質問来た。はい。オンラインで質問が入りました。小栗様からです。部屋を暗くしてブラックライトを使ってトンボや蝶を照らしたら、子どもたちにも同じように見せることができるのかな。紫外線は見えないですから、ブラックライトで見えるのはあくまでも蛍光です。だから見えません。紫外線は我々の目では見えません。カメラでしか見えません。はい、ありがとうございます。じゃあまだちょっとお聞きしたいんですけど、時間がございませんので、すみません。ありがとうございました。どうも。